面白い質問しようよ。バルブ大好き。大好き。またね。アスクイクミ6でございます。よろしくお願いします。はい。今日はコミュニティの方でまた質問をたくさん皆さん送ってくださってありがとうございます。でそれにちょっと答えていこうと思ってます。で今回はちょっと私結構グダグダでいくのでお水とか飲みながらやらせていただこうと思います。よろしくお願いします。ゲームプレイトレーラーに出てきたキツネのキャラクターと契約できるようになりますか？他に何か情報はありますか？キツネのねキャラクターいなりちゃんっていうんですけど、めちゃめちゃでかいんですよね。私の趣味が詰まった状態のなってまして、いなりちゃんのボイスアクターをやってるのが沢城みゆきさんっていう素晴らしい声優さんなんですけど、これも私のちょっと欲望で選ばせてもらって、化け物語シリーズにカンバルスルガちゃんの声をやっていて、声がすごく大好きだったのでぜひお願いしてやっていただきました。ビデオの中ではいなりちゃんがしゃべる声っていうのは一瞬だったと思うんですけど、周りをよく見てごらん。多分みんなびっくりしたと思うんですよね。見た目とその声のギャップっていうところで。それは基本狙ってるものであって、そういう声が多ければいなりちゃん契約をさせるっていうのはチームでも考えられなくないかなと思います。全て私の欲望のままに選択させていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。このゲームで一番好きなデザイン、キャラクターは何ですか？またその理由は？投稿者は面白い宇宙服の人が好きだと言っていました。スペースくんか。スペースさんですね。スペースさんが好きなんだね。スペースさんもいいですよね。でもやっぱ一番最初にデザインしたのがキティちゃんっていう猫の女の子なんですけど、彼女結構デザインに1点2点3点ぐらいしてるのかな。洋服変えたりとか、あと表情変えたりとか、3D モデルの方で結構またいじってみたりとかして、一番時間かけて思い入れがあるキャラクターの一つなんで、キティちゃんすごい大好きです。日本にはさまざまなサブカルチャーがありますが、ロリータ、何々系、テックウェアなどファッションは登場しますか？それともストリート寄りですか？今回は完全にストリート寄りで行っていて、なぜなら妖怪ハンターっていうのは、機動力がねなかなかないといけないので、ストリートアディダスさんとかね、ああいうところをちょっと意識して作ってますね。服がアーマーシステムのように起動する場合、各パーツはゲームプレイに大きな影響がありますか？見た目だけ変えられるトランスモグ外見変更システムはありますか？妖怪を憑依するっていうのがこのゲームのコアなんですけど、それは、妖怪アパレルっていう名前になります。アーマーとしてというよりは憑依してそれがアパレルとして出てきて使えるスキルが広がるみたいな形の方に行くので、まとってるっていうよりはもう自分の内部から出てきた洋服のデザインとか、その妖怪との融合っていうところなんで、アーマー扱いではないですね。将来的に XBOX 版が出る可能性はない。個人的にも気になってたことでした。ありがとうございます。はい、ポーティング作業っていうのがあることをちょっと分かってほしい。そうもともと PC で作ってるでしょ、それを任天堂さんとか、PS 版とかポーティングっていうのをエンジニアさんがやらなきゃいけないんですよ。それは大手であったらポーティングしてくれるメンバーがいたりとかするんだけど、うちは本当にちっちゃい会社なんで、ポーティングするってなるとエンジニアが死んじゃうことになっちゃうんですよね。私はそしたら人の命の方を取るんで、XBOX で人が死ぬの嫌なんで、基本人の命を大事にしてきます。以上です。ボスの数は限られていますか？それとも後から追加される予定がありますか？そうですね、最初の方はポケモンとかもね抑えめで出してるのと一緒で、うちも抑えめで出そうかなと思ってます。もちろん多くの妖怪がいるんですけど、一気に出すとみんなこの妖怪もこの妖怪もこの妖怪もってなって、ちょっと自分の推し妖怪はどれないやってなって迷っちゃうと思うんですよ。なんでそこのいい感じの数を最初に出して、でその後のアップデで妖怪登場とアパレルをセットで出していくような、ちょっとロングスパンで考えた煙の IP を愛せるような形で今考えてます。ものすごくわかるな。結構最初に出てきたポケモンをずっと使いがち。そういうことです。そういうことです。ソロでも遊べますか？それとも2人でも遊びますか？完全に3人協力プレイ専門ですか？これはなんか SOP のビデオを見てて、なんかコメントいくつか見たんですけど、
なんかずっと3人でしか遊べないのかなっていうコメントもちょっと見たりしました。実際はシングルプレイをメインに置いたマルチプレイが入っているって状態なんですよ。1人で遊ぶことも可能で、2人で遊ぶことも可能、3人で遊ぶことも可能、つまり最大3人で遊べるけど、みんなに届けたい体験っていうのはシングルプレイのユーザー体験を届けたいっていうところにフォーカスしてるかな。じゃあ私みたいにマルチのゲームずっとシングルで遊んでるようなぼっちにはすごい優しいですね。そう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 、ありがてえ。ぼっちのためのことを考えてる。私はぼっちだからぼっちのためのことを考えてる。ありがとう、嬉しい。ケムリはボスラッシュ系のゲームですか？リプレイ性やエンドコンテンツやり込み要素はありますか？ボスラッシュではないですね。バトル、実はバトルをメインに置いてないゲームになります。本来はみんな動画でケムリシティを見てもらったんですけど、その時にこの街探索したいなって思ったのが第一コメントだったと思うんですね。で考えると探索を重視して探索の中にバトルがあるみたいな構成にはしているんで、バトルだけがずっと入ってるとかボスラッシュだけですとかそういうのではないですね。探索がメインになってその中にバトルがあるっていう形かな、そういうのをイメージしていてください。ぜひ探索を楽しみにしていてくださいね。ケムリはデブルメイクライやベヨネッタカットシーン探索戦闘ループに近いですか？それともモンスターハンターに近いですか？メインの設計基盤になっているゲームは何ですか？メインの設計基盤になっているのは、今の作品のタイトルでいうと狼が近いんじゃないかな。ある程度ミニオープンワールドの中で結構いろいろできていて、アクションとかトラバーサルのところに関しては、インファマスをすごくもう最初から重視してるし、あとサンセットオーバードライブって言われることもよくあるんだけど、あれはすごい的を得てるなと思ってて、なんでそういうゲームにしたいですね。もうではないですね。結構最新の PV 見てコメント見てたんだけど、インファマスかなって言ってる人がいて、おお合ってんじゃんって思ってちょっとびっくりした。インファマスと、あと K-POP デーモンハンターとあと何かを混ぜたやつだって言ってて、あとチェーンソーマンか、そうチェーンソーマンこれを混ぜたやつだって言ってて分かるって、分かってくれてるユーザーがいるっていうのがオタクとしては嬉しい。習得して使えるアビリティはどれくらいの数になりますか？妖怪アパレルが、最終的に何体でリリースするかってところに紐づいて、1体の妖怪につき、4から5のスキルがあるから、その分あるよっていう感じですかね。妖怪のアパレルで行ける場所と行けない場所っていうのがあって、その石鹸も入ってるので、アパレルによってはここ行けるけど、これだと行けないから着替えて行こうかみたいな、そういうところもあるかな。ストーリーは選択によって分岐しますか？それとも一本道の体験ですか？選択式ではないけど、結局のところオープンフィールドなんで、ゲームの中でいろんな自分の遊び方があって、そこからストーリーがサブクエとかね、そっちにも広がる可能性があるから、その選択式ではないが自然にそっちに行ってるみたいな感じになるんではないかと。サブクエストでメインキャラとかと遊べたりするんですか？それはしますね。やった、発売後に新キャラ追加やマップ拡張の予定はありますか？もちろん。キャラのフルカスタマイズ、色、髪、タトゥー、武器はできますか？できる、でも細かいカスタマイゼーションは入れてないんです。イージーなコスチュームチェンジが用意されてます。イージーカスタマイズがありますよ。はい、武器以外でクラス間の主な違いはありますか？このゲームって、クラスが主役じゃなくて、妖怪アパレルの方が主役なんで、クラスっていうのは実はあんまりゲームにおいて重要視はしてないです、今の時点で。みんなが手に入れた妖怪とかその妖怪から得られる力、妖怪アパレルを使って戦うっていう方に行くので、契約できる妖怪どれくらい多様になりますか？ジョロウグモ、ムカデ、カマイタチなども登場しますか？妖怪契約はストーリー進行の報酬ですか？それとも特定の妖怪と契約するためのサイドクエストがありますか？どれもありますな、ただかまいたちとか、日本固有の、妖怪っていうのは実は今回ちょっと少ないんですよね。ケムリの世界っていうのが安心と一緒でマルチカルチャーの世界なんで、いろんな国の妖怪が出てきている状態だから、そこを楽しんでほしい、こういう妖怪いるんやみたいなモダンな妖怪が多いですね、非常に。じゃあもう世界各国の妖怪が出てくるよっていうことで、そうだよね。妖怪って今や世界の辞書に載ってるからね。そうですそうです。イギリスのね。イギリスのね、由緒ある。なんとかディクショナリーに。なんとかでっけえ辞書に。妖怪と先輩がなって世界の言葉になりました。これは世界共通の言葉になりましたので、ケムリも世界共通の妖怪が出てきますってことで。タイムリーでしたね。タイムリー。ケムリの
核となるジャンルは何ですか？アクションアドベンチャー。ガチャやランダム抽選、ライブサービスの要素の予定はありますか？ない、大手じゃないから。ショートスパンでいろいろ出していって、長く愛される IP になってほしいって思っているので、今そういうふうにプランを考えて、じゃあ購入した後もちょっとアップデで引き続き楽しんでいられるっていう、嬉しいね。ありがとう。このゲームの世界観はミステリアスだけど、どこかライトで楽しい雰囲気だと言ってもいいでしょうか？言っていい。ホラーじゃないし、スプーキーでもないし、はちゃめちゃで、ブラックジョーク言いまくってる中で、結構世界大変なことになってますけど、大丈夫ですか皆さん。でも楽しくやってるんですねっていうような感じの世界観だと思ってます。内部の人間からすればだいぶじゃあ中村さんらしい雰囲気だね。カオス。コンソールと PC できれば Steam で同時発売される可能性はありますか？ Steam ドックで早く設定を最適化したいです。Steam は出るよ。じゃあどれくらいの広さでどれくらい自由に移動できますか？パルクールの動きは複数ありますか？相当自由に動き回れるし、狭い路地裏から高い屋上まで行くことができるんで、こう平面的に X 軸は YX か。XX 軸で見るとそんなに広くないんですけど、X と Y 軸で見るとかなり実はマップとしては広いものにはなってます。ブレンダーだと Z 軸が上なのがややこしいよな。そうだね。じゃあブレンダー勢は Z 軸で考えていただければ。私マヤ勢なんで。私もマヤ勢。すいません。ちょっと時代が。猫を飼っていますか？私ね、犬派なんですよ。犬大好きで。自分は猫ちゃんって言われるんですけど、なんだっけ、雪ひょうだっけ、雪ひょうに似てるって言われたね。って言われるんですけど、私は猫科の猛獣ね。すげえわかる。猫科の猛獣って言われるんですが、私はワンちゃんが大好きです。ワフワフしてってなんか近づいてきてくれるとすごく嬉しいから猫科なんですよね。猫科じゃない、犬派の猫科です。犬派の猫科です。多分尻尾を振ってついててくれるとすごく喜びますよ。そうだね。すごいなでなでしたいです。それとケムリをブラジルにもぜひこのアイデアと実現のために努力に感謝していますって。ありがとうございます。なんかブラジルのファンの方みんないつも優しくて、この前もね2日でぶっ飛んで行ってきたんですけど、すごい優しかったんでね。なんか今年も BGS 行きますんでよろしくお願いします。このゲームは基本無料ですか？それとも通常の買い切りですか？無料ではないですね。ノーマルエディションとかデラックスエディションとか、そういうのもあるし、あとアップデもあるから、どういうふうな販売方法にするとユーザーが喜ぶかっていうのを考えながら、そこのところも計算したいなと思ってます。ゲームは何語に翻訳されますか？全地域で配信されますか？実際は今は日本語主体で撮ってて、日本の声優さんの良さっていうのを出している状態です。あとは字幕の方で英語で、あと16カ国語ぐらいかな、ポーランドとかフランスとか、そっちの言語は字幕で対応しようと思ってます。リリースした後とかに声優さんつけたりっていうのはあるかもしれないんですけど、今はそこはちょっと未定にしてるかな。でも結構な言葉に翻訳してくれるんですね。ありがてえ。トレーラーやティザー、コンセプトアートで見かける他のキャラも操作できますか？それはよく聞かれるんだけど、日本はプレイヤーっていうのはあなた方自身なので、プレイヤーのみを操作できることになります。見つけたの声優さんはどなたですか？キティの声ですね。見つけたはファイルズ愛さんが担当してます。めちゃくちゃ豪華じゃないですか。任せてください。物理版のコレクターズエディション。物理版のね、コレクターズエディション。プレステ5限定ではないものはありますか？あるか、全然限定じゃない。全体的にデジタルの配信する時のコレクターズエディションもあるんですけど、もう一個はツイッターでもそろそろ出てきているんですけど、大畑先生っていうフィギュア界のねすごい方とコラボレーションしてまして、彼のケムリのフィギュアがつく物理的なデラックスエディションがありますので、それは別配送になるかな。購入していただいて、そこにバンドルついてて、フィギュアとともにあなたの家に届くみたいな形になるんではないかと思ってます。じゃあそれにキーホルダーとかのグッズとかアートブックとか設定資料集とかついたりしますか？もしかしたらつくかもしれない。やった、応援してねぜひ。安心コミュニティの呼ぶ名は何がいいですか？ケムナ。獣大好きな人たちのことを獣って言うんだけど、それの煙の文字りって形かな。ケムナです。です。 ケムナーズです。
なんでカビゴンなの？どういうこと？なんでカビゴンを持ってんの？今、いやいい題材だなと思って。カビゴン好きなの？全然。ケムリのストリートファッション、特に競技アパレルが大好きです。ファッションの参考にしている雑誌、ブログ、過去渋谷系などはありますか？ゾゾタウン、ゾゾタウンだけど根底にあるのは鬼塚タイガーだったりとか、アディダスがすごく参考にはしてますよね。競技アパレルになった時とかは業界の個性の格好になるから、そっちにもスポーティー入れてたりとかはするんだけど、やっぱ鬼塚根底にある気がする。鬼塚いいよね。かっこいい。スチームデックでできる予定はある？これはスティームさん次第なのではないでしょうか。ですね。スティームさんよろしくお願いします。はい。バルブ大好き。大好き。ゲーム想定価格は？ゲーム想定価格ははっきりは答えられないんですけど、非常に皆さんのお手元に届きやすい価格となっております。嬉しいです。円安の皆さんに朗報です。はい。ゲーム内にタコベルはありますか？タコベルとコラボしないと。タコベルさんがケブリにタコベル出したいって言ったら出しますよ。タコベルさん待ってます。デビルメイクライとのコラボの可能性は？ないな。遠すぎる。遠すぎます。カプコさんよろしくお願いします。神谷さんに話してみます。ゲームが発売されたら他のゲームとコラボすることはありますか？もしあるならどのゲームとコラボしたいですか？それはみんなに聞きたいですね。これもぜひコミュニティで。聞きたい。SOP の後に書いてあったのが、K-POP デーモンハンターズとコラボしてほしいとかあったし、それもすごくいいと思ったし、ゲームだけじゃなくてアニメとコラボとかもありえるんじゃないかな。社外のイラストレーターとコラボして制作することはありますか？あると思いますよ。ケムリに反応してくれてるイラストレーターさんとかね、こっちで名前を開けたりしてるので、ぜひ反応してくださいね、イラストレーターさんの皆さん。私結構ガーコさんっていう方がすごい好きで、ガーコさんになんか一筆書いてもらいたいなって思ってますね。このゲームを遊んだ人に最終的に持ち帰ってほしいたった一つのことは何ですか？いつまでも健康的に生きられると思うなよ。かな。いつまでもあると思うな、親とかね。そうそう。ケムリって自分自身は結構無職に近いんですけど、無職っていうのは職がないわけじゃないよ。あなた自身であるんですけど、周りにいる仲間たちによって自分の考えが変わっていくってところが面白いところなんですよ。周りの仲間たちが別れたりとかくっついたりとか。そういうことがある中で持ち帰ってほしいのはいつまでも一緒にいられるわけじゃないんだなって、大事な人とはいつか別れが来るんだなとか、そういうところをすごく持ち帰ってほしいなと思います。大事な人との時間を大切にしていきましょうねっていうことで。そうです。ゲームにカッパは登場しますか？カッパが一番好きな妖怪なんです。出た。好きな人いるんだね。なんかそうこれはね、チームでもカッパ出してほしいっていうすごい声があって、でも一旦ちょっとオミットしたんですよ。アップデート型に切り替えたから、カッパ作ってもいいんじゃないかって思っていて、ただイケメンのカッパっていう、イケメンのカッパ？そう、イケメンのカッパにしたい。イケメンのカッパを描いてくれっていう思いがあった人がいたので、その子の思いを叶えるためにイケメンのカッパは出そうかなと思ってます。ちょっとだいぶニッチです。ただアップデートだな。アップデートね。ニッチですね。仕事の中で難しい判断、例えばアートディレクション、ストーリー、ゲームプレイなどをどうやって下していますか？私の仕事っていうのは、皆さんから見るとディレクションかもしれないんですけど、ほとんどが CEO の仕事が多いんですよね。いわゆるビジネスの方のディレクションする方が本当に難しいです。それをやりながら、ゲームの方のディレクションするのってもっと難しくて、ビジネスの頭とクリエイティブの頭って全然違うから、なんかクリエイティブな判断したいのに、なんかここでバジェットが不安って浮かんできて、みたいな。だからすごくヘルシーなジャッジはできていないと思いますね。なんで皆さんぜひディレクターと CEO 両方やるのはおやめになってください。すぐにどちらかにしてください。だいぶ珍しいと思いますけどね。どっちもやってる人は。ぜひどっちも経験ある人、中村さんと友達になってください。はい、本当に。雇ってください。は？やって何職種は？なんだろうね。何でしょうね。何でしょうね。今募集しているのは、マーケティングマネージャーと私のサンドバッグかな。サンドバッグ。じゃあサンドバッグで募集してください。妖怪には伝統的な
デザインがたくさんありますが、それらのアイデアを煙向きにアレンジする上で大切にしていることは何ですか？これはね、ゴーストワイヤーの時とか、今まで自分がデザインしてきた妖怪とかクリーチャーに共通するんですけど、なるべく現実離れをしすぎない、モンスターになりすぎないっていうところを抑えてますね。あくまで幽霊のとか不思議なものの先にあるものみたいなところで押さえといて、で口がガバー開いてギャーみたいなとか、そういうのじゃない方向の不気味さとかかっこよさっていうのにするように心がけてます。自分の AA ゲームを作るにはどうすればいいですか？AA ゲーム。まず AA ゲームを作んない方がいいよ。なんで？AA ゲームを作りたいの。AA ゲームみたいな。AA ゲームを作りたいんだったら、まずバジェットがね、ぐらい持ってくる必要があるから、そこからじゃないですか。だいぶ現実的に厳しいチャレンジになるわけですね。AA とか、なんか AAA とか決めたのはアメリカのゲーム業界なんだけど、私あれ結構あんまり好きではなくて、お金をかけたからじゃあ AA だとか、AA は見たからに絵が美しいから AA だとか、AA だから売れるって言ったらそうじゃない。自分が AA のゲーム作りたいっていうよりは、自分が作りたいゲームは何かっていうエゴの方を先にして考えてから、どれくらいお金がいるのかなとか、そういうので計算して作った方がいいんじゃないかなと思います。開発チームを拡大する予定はありますか？私はね、会社を大きくするっていうのが全然もうないんですよね、最初から。なんで50人ぐらいがマックスかなと思ってます。このゲームを作る上で、またゲーム内で一番好きなことは何ですか？考え方がこう変わっちゃう瞬間がね、ちょっと最近周りにあったんですけど、今一番嬉しいのは、もちろんゲーム自体が良くなっていくっていうのはあるんだけど、そこに若いメンバーがちゃんと責任を負って動いて自走して作ってくれてるっていうあの姿を見ると本当に嬉しくなる。これから未来明るいなってすごい思います。煙もそれで面白くなるなって自信になるし、それは私はちょっと考えが変わりました、最近。インポスター症候群っていう自分は実力不足だと感じてしまう感覚に悩むことはありますか？ある。全然あるよね。めちゃめちゃありますよ。それが症候群っていう名前なのはちょっとわからないけど、気にしない方がいいよ。中村さんぐらいの地位についてもさ、いまだにやっぱ自己肯定感とかで悩んだりする？自己肯定感低いから、低いよね。めちゃくちゃ低い。そっかそっか。低いけども低いんだよねっていうのを見せるのはもうやめたかな。低いんだけど天才なんじゃないかなって思いました。やっぱ時にはね、万能感も大事なんだよね。そうこのポジションになると褒められることがないから、基本自分で褒めてあげる。天才、いい天才、くみ天才とか、今日お風呂ちゃんと入れたね、天才天才とか言って褒めてあげないと生きてけね。ゲームを遊んできた中で一番印象に残っている体験は何ですか？一番印象的だったのは、特殊だったんだけど、とあるゲームを遊んだ時に匂いがしたんだよね。匂い？エンバラメントを歩ってて、普通に歩ってたらそれはゲーム画面の中だから匂いなんかするわけはないんだけど、あまりにも素晴らしい環境チームの仕事だったからこそ、なんか匂いがしたの。環境の匂いがしてないのに頭の中にフレーバーが広がって、あれは素晴らしい仕事だなって思って、あれは本当ユーザー体験として、うわ匂うわっていう素晴らしい体験でした。煙の多くのエリアが廃墟の建物のように見えますが、これは廃墟探索の旅が元になっていますか？それはそう。廃墟ではないんですけどね、実質的には妖怪に攻められちゃった街であって、結構カラフルだし、廃墟にはなりにくいんですけど、結果的に今廃墟になっちゃったってところは、私の経験から、廃墟探索の経験から来てると思います。安心を初プロジェクトとしてどのように煙を選んだのですか？きっと重要な決断だったと思います。何も考えてない。何も考えてない。煙が先にあって、煙作りたいなってなって、そっか、会社ないとスタッフ集められないなっていうとかなので、煙ありきで考えたんで。煙がじゃあ先だったんですね。先です。素晴らしい。煙のコスプレガイドは出ますか？出る。出るんだ。出す。絶対出す。出すって。絶対出します。中村さんはもともとコスプレイヤーです。そうです。煙では妖怪と会話できますか？できます。できますよ。近いうちにマレーシアを訪れる予定はありますか？あるよ。年に1回は行きたいと思ってます。マレーシア好きなんだね。バクテイエーイ。カヤトーストイエーイ。
警告警告